皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ウクライナ情勢関連のニュースを取り扱っていきます。地上波のニュース報道においては、もはやウクライナ関連の情報は大きな話題しか取り扱われないようになってしまいました。しかし、戦争という非日常の出来事が続くことによって、戦争犯罪を含めて、もはや見向きもされなくなってしまったというのは異常な状態だと言えます。ぜひとも戦争という現実が起きていることをそれ自体から目を背けず、日本の安全保障などを考える材料としても、ウクライナ情勢のニュースを見続けていってください。たまたまこのチャンネルの動画を再生された方は、ぜひともこの機会にチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは今回取り上げる主なニュースはこちらです。1、ロシア。産油国などにガソリン価格上昇。ウクライナ軍の石油関連施設への攻撃が続いています。2、ロシア。科学者の脱出続く。大学ランキング世界94位と、ロシアの科学技術の水準が後退しつつあることが示されています。3、イラン大統領選。最高指導者ハメネイ師の誤算。ハメネイ師にとって都合の悪い人物についてはなるべく排除したにもかかわらず、改革派が当選しました。まず最初にウクライナ軍のロシアの戦略資源への攻撃。今回はクラスノダールにある石油関連施設への攻撃が実施されました。用いられたのは大型の突撃ドローン。ミサイルに比べると速度は全くないですが、ロシア側の防空体制は戦闘機に対しては有効なのですが、ドローンを撃墜する能力についてはちょっと疑問で、ウクライナ軍の大型ドローンは前線を突破し、さらにロシア本国領も飛行することによって石油関連施設へと到達しました。公開されているのは動画なのですが、ここ最近爆発シーンを伴う映像を YouTube で使用すると、衝撃的なシーンとして広告停止の処分が下ることも多いため、停止画でお届けします。今回の攻撃によって石油の備蓄タンクが大火災を起こしたようです。エネルギー資源が取れる国においては、自国民に対しては割安で提供し、一方においては海外に売るときには利益を乗せてきます。そうすることによって国庫財政も潤いますし、また国民向けにもばらまき政策の一つとして多くの人々からの支持を得やすくなります。しかし現在のロシアにおいては少しずつ国内のエネルギー価格の上昇が続いています。天然ガスについてはヨーロッパ市場を失って販売先に困っていますし、石油に関しても大口の顧客である中国からは買い叩かれています。そして現在ロシアの頭痛の種となっているのがウクライナ軍による石油関連施設への攻撃です。製油所に対する攻撃を行えばその復旧には時間がかかります。また石油の貯蔵タンクを破壊すれば生産計画に狂いをもたらすこともできます。そのようにしてロシア国内においてはエネルギー資源が取れる国であるにもかかわらず、ガスについても燃料についても値上がり傾向が続いています。そしてこうしたエネルギー資源の価格上昇はそれに伴って経済活動全般にコストをもたらすものですから、それもまた国民生活へと悪影響をもたらすものです。ですから現在ロシアにおいてはインフレ傾向が加速する傾向にあります。都市住民の場合だと労働者不足といったこともあって給料の上昇率もそれなりにあり、物価高を上回ると言われています。しかし地方においてはそもそも給料がなかなか上がらない状況の中で物価高だけが進んでいくような状態なので、国民の不満は徐々に高まっていくこととなります。ウクライナ軍による攻撃は一つ一つを見れば大きな打撃を与えるものではありませんが、しかし積み重なればその影響は長期化するもので、このようなロシアの戦略資源に対する攻撃はいかにしてこれを継続し悪影響を長期化させるかにかかっています。次にロシアの科学者の脱出が続き、大学ランキングが下降気味であることを見ておきましょう。科学者の大量流出を受け、ロシアの大学は優秀大学ランキングから順位を落とした。格付け会社クワクアレッツ・シモンズは105カ国の1500以上の大学を含む世界大学ランキングの新しいリストを発表した。このランキングにはロシアの大学47校が含まれていますが、トップ50にすら入った大学はありませんでした。ロシアの大学の中で最高の結果を示したのはモスクワ州立大学で、昨年と比較して87位から94位に落ち、トップ100に入った唯一の大学となりました。その他のロシアの大学としては、バウマン大学は278位、
RUDN 大学は316位、サンクトペテルブルグ州立大学は365位に落ちました。火山連邦大学は401位、国立研究トモスク州立大学は431位となった。その他残りのロシアの大学はさらに低い順位にある。世界ランキングトップ10位は次の通りです。1位がマサチューセッツ工科大学、2位がインペリアルカレッジロンドン、3位がオックスフォード大学、4位がハーバード大学、5位がケンブリッジ大学、6位がスタンフォード大学、7位チューリッヒ工科大学、8位シンガポール国立大学、9位ユニバーシティカレッジロンドン、10位がカリフォルニア工科大学。記事には載っていませんでしたが、東京大学は29位、京都大学は55位でした。ロシアの大学の世界ランキングの下落は、科学者の大量国外流出を背景に起きている。プーチン大統領がウクライナ戦争を開始した後、約2500人の研究者がロシアを離れた。科学者の流出は 23% にも達している。退職した天体物理学者、セルゲイ・ポポフ氏は、私たちは何年も後戻りしてしまったと嘆いた。同氏によると、現在ロシアの多くの分野での研究は、単に停止されているという。ロシアの現在の国家財政上において最もお金が投じられているのが軍事部門です。それ以外の部門においては様々なところで予算の削減が進められています。その煽りを受けた大学研究者たちも自分たちの研究に国からのお金がつかないとなれば、その活動それ自体を考えなければなりません。このような状況下でロシアの科学者研究者らに対して欧米各国からの引き抜きが行われています。もちろん自発的にロシア国外へと出ていく人たちもいるわけですが、優秀な人であればあるほど他の国からのお誘いがかかるものです。研究にお金がつかないような国に留まっていても意味はないでしょう。私の国に来て研究を続けませんかといったお誘いは方々から声がかかるものです。そしてこのような形で特に優秀な人たちから順番に声がかかるような状況下で残った人たちがどれほどのものかはちょっと疑問が残るものです。そしてこのような科学研究を支えるような人たちが積極的に国外に出ていけば当然のようにロシアの未来に非常に暗雲が立ち込めるようなこととなります。プーチン大統領の行ったウクライナ侵略というのはやはりロシアの未来そのものを自分自身で破壊するような行為だと私は思います。ただ気をつけなければならないのはこのような科学者が欧米系の大学へと移るというのであればそれはロシアとの比較における科学競争において欧米がより優位になる話なのですが残念ながら中国の大学などへ行って中国の科学技術や軍事技術の発展に寄与してしまう研究者や科学者もいるということは押さえておかなければなりません。中国はロシアを市場として取り込むだけではなく、そこで働いていた科学者たちも積極的に取り込もうとしています。何しろ中国は重点分野に対しての補助金なども多額なお金をつぎ込んでいますから、ロシアが落ち目であるならば、そこにいる科学者たちを残らずかっさらっていこうと考えているかもしれないのです。そしてプーチン大統領が他の国に対する侵略行為をまだまだ続けたいと考えている以上、このような海外へと出ていった科学者はそうは簡単にロシアへとは帰らないでしょう。最後にイランの大統領選について解説しておきます。イラン大統領選改革派ペゼシュキアン氏当選、欧米との対話重視。イランで行われた大統領選挙の決選投票は欧米との対話を重視する改革派のペゼシュキアン氏が当選し、欧米と対立を深めてきた外交政策の転換を図り、関係改善を目指していくことになるとみられます。内務省が発表した開票結果によりますと、改革派のペゼシュキアン氏は1638万票余り、保守強硬派のジャリリ氏は1353万票余りを獲得し、ペゼシュキアン氏が当選しました。政府の発表では、投票率は 49.8% と 40% にとどまった先月の1回目の選挙よりも高くなりました。ペゼシュキアン氏は、保守強硬派による政権運営に不満を持つ人たちの受け皿として支持を伸ばしたものとみられます。選挙戦でペゼシュキアン氏は制裁の解除に向けて核合意の立て直しを訴え、今後欧米と対立を深めてきたライシ政権の外交政策からの転換を図り、関係改善を目指していくことになるとみられます。当選したペゼシュキアン氏は X にコメントを投稿し、親愛なるイランの人々へ、選挙は終わったが、これは
我々が力を合わせる始まりに過ぎない。あなたたちの共感や信頼がなければ、これからの道のりは困難なものになるだろう。あなたたちに手を差し伸べ、置き去りにしないことを誓う。私たちについてきてほしいとして、今後の政権への支持を訴えました。首都テヘランでは、当選したペゼシュキアン氏に変革を期待する声が聞かれました。42歳の男性は、ペゼシュキアン氏にはすぐにでも経済制裁の解除に取り組んでほしい。相手が誰であろうと、外相を務めたザリーフをはじめとする強力なチームと共に成し遂げてくれるだろう、と話していました。また、18歳の女性は、ペゼシュキアン氏は、若い人たちの服装に口出しをすべきではないと言った。ヒジャブへの着用をめぐる風紀警察による取り締まりが見直されることを望むと話していました。今回当選したペゼシュキアン氏とは、顔については写真を添付しました。大統領選挙に勝利した改革派のマスード・ペゼシュキアン氏は69歳。もともと外科医で改革派のハタミ政権の時代に保健相として入閣しました。その後、イラン議会の議員となり、穏健派のロウハニ政権の時代には副議長を務めました。知名度は高くはありませんが、選挙戦では大統領を務めたハタミ氏やロウハニ氏、それに外相を務めたザリーフ氏といった有力政治家のほか、改革派の支持者を中心に支援を受けてきました。経済制裁の解除を優先課題としていて、欧米との関係改善を訴えています。また、女性に公共の場で着用が義務付けられているヒジャブと呼ばれるスカーフをめぐり、厳しい取り締まりを批判するなどして、広く保守強硬派に不満を持つ層の受け皿となることを目指していました。さて、最後に、記事の中では、改革派の人物が当選することによって欧米との関係改善に乗り出すだろうというような解説がされているわけですが、そうはいかないだろうと私は指摘をしておきます。というのが、記事に添付したこの左の構造といったものが問題です。今回大統領が決まったわけですが、イランにおいては大統領が国のトップではありません。イランの国のトップ、最高指導者はハメネイ師です。そしてハメネイ師の下で革命防衛隊という軍隊があり、その他の行政に関する司法府、大統領府、国会などもまたあくまでもハメネイ師の下にある行政機関に過ぎないのです。イランの大統領選挙は、まず最初に誰が立候補するかといったその段階で、ある程度の選別が行われます。最高指導者ハメネイ師にとって都合の悪い人物についてはそもそも出馬することが認められないのです。ではなぜ改革派のペゼシュキアン氏が当選したかといえば、この人物は記事の中でも書かれているように知名度が低く、そもそも選挙に出ても当選しないだろうというある程度の目論みがあったと見られています。ところが蓋を開けてみればこの人物が勝ったわけで、それだけイラン国民の中でも現在のハメネイ師による知性といったものに問題があると考えている人が多いというわけです。しかし記事の最後で私が指摘したように、イランという国家は最高指導者ハメネイ師の個人的な考えにかなり左右されるような政治体系ですから、大統領がたとえ欧米との関係改善をするんだと言ったとしても、これが完璧に遂行されるかはかなり疑問があります。ハメネイ師が今回の選挙結果を受けて、自分の意向と違うところに国民の意思があるんだなということを真摯に受け止めて自分の考えを少しでも修正したとするならば、関係改善に乗り出すので、さあ果たしてそうなるかといったところが今後の注目でしょう。そしてそのようなところに注目すべき理由というのがあります。イランはロシアに対する軍事支援をしている国の一つです。ロシアにしてみればウクライナに対する兵器の調達先の一つとしてイランや北朝鮮の名前が挙がります。イランからは大型突撃ドローンを初期にかなり輸入しましたし、またライセンス生産といった形でロシア国内でも生産活動が行われています。またどれだけの弾数かについては不明ですが、砲弾や銃弾類などの弾薬などの購入も行ったとされていますから、イランが今後どのような外交を行うかといったものはロシアにとっても無視できない話なのです。例えば今後イランが欧米との関係改善に乗り出すとなれば、ロシアとの関係を見直すことになるでしょう。
あくまでも欧米との関係改善には核兵器開発の問題といったものが焦点にはなるわけですが、イランにとってはロシアとの関係を見直すというのもまた外交カードの一つとなり、ロシアとの関係を一旦断ちますよというようなことをするだけでもちょっとでも制裁が緩くなるのであれば、イランは自国の利益のためにそのようなカードを切るでしょう。イランは長い間欧米からの制裁に苦しんでいます。そして同じように制裁を受けている北朝鮮との違いとしては、まだイラン国内には国民生活を向上させようという政治勢力があり、なんとか現状を打破しようと考えている人たちがいます。そのような人たちが少しでもイラン国内の動きとして現状を変えようとするならば、この動きは注目するに値するでしょう。反米精神をあらわにしている最高指導者ハメネイ師が生きている間はちょっとは難しすぎる話かとは思いますが、しかしもしもイランが国際市場に戻ってくるようなことになれば、イランは石油の非常に豊富な国ですから、エネルギー価格を大きく引き下げるような動きへともつながってきます。また、ロシアとの関係も見直してくれば、それもまたウクライナ情勢に与える影響も大きいですから、このあたり、ほんのちょっとの希望ですが、そのような展開もあり得るものとして今後も見ていきましょう。というわけで今回の動画はここまで。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。国際情勢は日本からは遠い国の出来事として見られがちなものですが、その影響は必ず巡り巡って日本へと到達するものです。ぜひともその変化についてこのチャンネルの動画で情報を更新していってください。それでは動画を見終わったら評価ボタンでクリックとあなたの感想コメント、また情報の更新に役立ったなと思われる方はぜひともスーパーチャットのご利用もよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。